はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。今回はついにやります。ひねるライズと切るライズ。これいろんな議論があると思うんですけど、ついにその議論に終止符をつけたいと思います。はい、ひねるライズと切るライズ、これよく耳にすると思うんです。で、人によっては自分はひねってます、自分は切ってます、いろいろあると思うんですけど、実はからくりがあるんですよ。で、ひねるライズっていうのは一般的なやつですね。ボールの下に指が入って、人差し指、中指、親指でこう最後スピンをかけていきます。これ基本ですね。で、切るライズっていうのはこっから人差し指でこういう動きをして上向きのスピンをかけるって言われてるやつなんですね。で、これ実はリリースがこうだったり、こう手が下向いて最後指がかかって上向きのスピンがかかるって思ってる人いっぱいいると思うんですけど、実はスローにしてみるとひねるライズも切るライズもリリースはこの形でリリースしてるんですね。で、こっからリリースしてボールが離れてからこういう手の動きをするか、離れてからこう返っていくかっていう差なんですよ。実はその切るライズっていうのは人差し指でこうボールの後ろ側を、後ろというか下をこうすって上向きの回転をかけてるっていう、多分投げてる人は感覚もそういう感覚だと思うんですけど、実はこうなんです。ボールの下に指が入らないと絶対ライズしません。これ切るライズを否定するわけじゃなくて、切るライズの意識を持つことでメリットっていうのでも実はあるんですね。こっからこういう動きよりも、例えばこっからこうやってやった方が腕は強く振れるので、実はスピードはこういう意識を持った方が出やすかったりします。腕の振りっていうのはどうしてもこうやって振ろうっていうよりはこうやって打った方が腕の振り速いので、あとはフォローが例えばこう高めに、これは高めに行きやすいですよね。で、投げた後にこう下に行く分にはフォローがこっち側に伸びれば高さっていうのは低めに行きやすいので、ローライズが投げやすかったりします。なので切るライズを投げるっていう意識を持ってるのはいいと思うんですけど、その現実実際の動きはやっぱりボールの下に指が入ってフォローの時点でこういう動きをしていますよっていうのをやっぱり投げてる、自分は自覚して投げることによってまたピッチングの、技術の向上っていうのが生まれると思うので、そこは理解して切るライズっていうのを説明すると、自分はいいんじゃないかなと思ってます。皆さん知ってると思うんですけど、日本のレジェンド西村さんですね。西村さんと実はこの切るライズ、しゃくる、ひねるライズについてちょっと喋ったことがあって、その時に、西村さんに切るライズって実際はこう切ってスピンをかけてるわけじゃないよっていう、こうリリースしてからフォローがこう下向くよっていう話されてたんで、これ多分いろんな本当にピッチャーをスローで取ってそういう結果が出てると思うので、これ信憑性すごいあると思うんですよ。で、その切るライズがダメとかそういう話ではなくて、自分の動きを理解することでやっぱりもっとこうしたらいいなとか、こうなってんだな、こうしてみようっていういろんな、疑問だったり、向上心っていうのが生まれてくると思うので、
やっぱり自分の動き、キルライズ投げてるっていう人はやっぱり自分の動きを実際の本当の動きっていうのを確認して、ピッチングすると、もっとより良い球が投げれるんではないかなと思います。はい、それでは実際にひねるライズとキルライズ投げてみたいと思います。これひねるライズですね。で次キルライズ投げてみたいと思います。だいぶ浮いてますね。おい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 。はい、皆さん、投げ方の違い分かりましたか？はい、自分も、大学生の頃はキルライズっていうのを実際投げてると思ってました。こういうライズ、腕の振りは全然してなくて、全部こういう風に腕を振って、で入社当初も、その投げ方で投げていたんですけど、西村さんと話す機会があって、その時に自分キルライズ投げてるんですっていう話をしたら、いやそれ実際切ってないぞっていう話をされて、リリースの時は常にボールの下に指が入らないとやっぱりいいライズボールは絶対いかないと。キルライズっていうのはリリース後にフォローがこういう腕の形になるだけであって、リリース時は絶対こういう形で飛んでいくんだっていうのを、言われてから、やっぱりこうひねるライズっていうのを練習して、で実際自分もそれまでは自分の腕の動きっていうのを分かってないで投げていたので、それを理解することによってやっぱりピッチング他の球種にもつながりましたし、ピッチングの成長っていうのにつながっていったので、皆さんもそういう自分の動きっていうのを理解してピッチングすることでやっぱりいろんなことに成長っていうのをつながっていくと思うので、ぜひ自分の動きをまずは研究して、こういう投げ方がいいんじゃないかっていうのを試してもらって、自分のやっぱりオリジナルのピッチングのスタイルっていうのを作ってもらえたらいいなと思います。いかがだったでしょうか？なかなか今までこう触れたことのないようなキルライズ、ひねるライズっていうやつだったんですけど、皆さんも自分の動きを知ってもらって、今後のピッチングの成長につなげていってもらったらなと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!